はい、どうも元です。ロードバイクに乗り始めてですね、初めて、誘われるがままにレースに参加してみました。前回のですね更新の後、ちょっとレース動画が更新されないので、撮影に失敗したんじゃないかと言われておりましたが、プライベートで新しい部屋にですね引っ越しをしていたのでですね、片付けとかいろいろあってですね、なかなか編集の時間が取れませんでした。ということでですね、レース当日の動画になります。参加したのはですね、グランフォンドニューヨークバリというやつでですね、コースはミディアムとロングの2つがありました。参加費はですね同じなので、70キロしか走らないというのはちょっと物足りないというか、もったいないというか、コスパが悪いので140キロのですねロングの方のコースを選択しました。コースはですね平坦ではなくて獲得標高が2100メートルぐらいですかね。なんでなかなか走りごたえがありました。距離のですね140キロも、獲得標高の2100メートルもですね、普段のライドであれば全然問題はないんですが、今回はレースということでですね、途中の休憩がないので、あとはあれですかね、バリは雨季だったので、雨とかも心配でですね、一番はやっぱ完走できるかどうかが心配でした。スタート時間はですね6時半だったんですけど、6時15分までに会場に集合しないといけませんでした。宿泊先からですねスタート地点までは、事前のチェックだと約10キロだったんですが、スタート会場入り口入るまでにですねちょっと迂回が必要でですね3キロ余計に走らないといけませんでした。でゼッケン番号ですかね、登録番号に従ってですねスタート地点に並びます。で番号の近いメンバーがもう一人一緒にいたので、だいたい同じところからですねスタートを始めます。で一応何ですかな、スタート地点でですね思ったのはですね、大会の委員会というのかな、そこの指示通りにですねゼッケンとかチップをつけてない人がほとんどだったなという印象です。チェックする人もいないしですね、慣れてて何度も参加してるのか人もいるのかね、あとは僕らが日本人だからルールに従おうというふうにしてるだけかもしれないんですけど、ちょっとびっくりしましたね。でスタートはですねミドルもロングもですね同時に行われました。混合ですね。でレースなんで混雑するのかなと思いましたけど、スタート地点からね意外とばらけていました。同時にねスタートしたメンバーとはですねいい感じの集団を捕まえて、体力温存しようねというふうに事前にですね作戦会議をしていたんですが、手頃な集団がいなくてですね、集団を抜いてはなんかちょっと引っ張ってたような印象もあります。で30キロ過ぎぐらいからですね本格的な上りが始まってですねだんだんばらけていきます。しばらくはですね他のライダーもですね視界に入ってはいたんですけど、ミドルとですねロングの分岐点以降はですねほぼソロで走り続けるという展開になりました。南の島なんで暑いんですが、途半中はですね標高の関係もあってですね意外と暑くなかったっていうのが印象ですね。助かりました。ただですね20キロぐらいの上りがですね2回あるんで、結構きつかったですね。コースの一部はですね路面の状態が悪いところもありましたけど、幸いパンクやね機材トラブルに遭うことはありませんでした。
ロードレースなんでね、公道を走るんですが、レース中に通行止めやらね、渋滞を見かけて申し訳ない気持ちにもなったり、交通整理をしてくださる警察の方々ね、あとエンドポイントのボランティアの方とか、近隣住民の方々にはですね、ご迷惑もかけており、感謝の言葉しかありませんね。ルールではですね、運営以外のサポートを受けちゃいけないっていう風にはなってるんですけど、なんかお金持ちの人なのかね、サポートバイクをですね、並走させてですね、いろいろサポートをもらってる人もいましたね。で、上りで、バイクをしてもらってる人が、もう見かけたりとかあってですね、ルール違反までして、レースに出て楽しいんやろかなというふうに思いましたね。特にそのサポートバイクの並走はですね、ちょっと邪魔になるというか、追い抜く、特に追い抜く際ですかね、ちょっと邪魔になりますね。でとりあえず無事に僕は完走したんですけど、総合順位はですね、真ん中よりちょっと後ろに来るくらいでしたね。レースコンディションが良かったこともあってですね、休憩なしでも意外と走れるんだなというちょっと自信にもなりましたね。グランフォンドニューヨークは世界各国でですね開催されているらしいので、ヨーロッパの方にも参加しないかというお誘いもありますが、ちょっと軍資金をですね貯めないとそうそうね簡単にはいけないので、もうちょっと貯金してから次回に臨もうかなというふうに思います。あとはですね雑談的なっていうことでですね、初めてレース参加してみたんですけど、なんか前日までにこうチェックインしなきゃいけないとかあってですね、飛行機なんだっけ飛行機の便の関係とかもあるので、一日休みを多めに取ったりとか、あとは何かな、なんかプロのレースとか見てたらゼッケンがこうゼッケンっていうのかな、チップが横についてるとか、あんまり空気抵抗関係ないようについてるんですけど、僕らこれ参加した時はですね、思いっきり前に空気抵抗になるようにつけろみたいなやつがあってですね、っていうのがちょっとありましたね。だから普通のプロみたいにつけてる参加者の人たちもいたんですけど、あとはそのチップにですね、違ったゼッケンにチップがゼッケンっていうかな、そのナンバープレートのやつにチップついてるんですけど、レースの結果でですね見たらですね、今更新されてるのかもしれないけど分かんないですけど、なんかガンタイムしか載ってないですね。いわゆるバーンってスタートのピストルの音が鳴ってからのタイムで、そのチップで計測はしてないみたいなんですよ。見なかったので、後ろからスタートした人たちは多分タイムがだいぶ遅くなってるんじゃないかなというふうに思いますね。でなんだろう、ゼッケンじゃないな、そのナンバーっていうのかな、ナンバープレートか、ナンバープレートをどうしてその真正面につけるのかなっていうのはですね、なんかこう大会の方かな、なんかその写真をですね撮って売ってるというかウェブで販売してるんですが、その時のねこれはどの人っていうのがナンバーをキャプチャーして、データを登録されてるので、そういうナンバープレートの付け方になってるのかなというふうに思いましたね。あとは何ですかね、補給ポイントでですね、水とスポーツドリンクとコーラとバナナがですね、出てくるんですけど、なんかこうなんていうのかな、止まってもらえばよかったんでしょうけど、なんとなくこう止まらないで
走りたいなと思ってですね、ただその前に出てるやつは自分の欲しいのじゃなかったりもするんで、なんかこうなかなか難しいなと、補給の仕方っていうんですかね、なんかと思いましたね。あとはやっぱりそうですね、なんていうのかな、試合結果でレース結果を見たらですね、やっぱその速い人たちめちゃくちゃ速いんですね。だからそのもし真面目にやるんだったら、なんかやっぱり前の方でスタートして、最初からついていっとかないと、なんか全然タイム違いましたね。なんかうちの僕らの参加したグループの中でも、僕はやっぱちょっと1時間ぐらい一番速い人と差があったので、やっぱり上りがやっぱり多いコースなので、やっぱりこう差は大きく出ますね。それぐらいかな。天気もね、雨季だからその雨で心配して、すごい豪雨に遭うかなとは思ったんですけど、レース中はもう全然ですかね。もうご覧の通り快晴が続いておりまして、だいぶ標高降りてきたら結構暑くてですね、だからもう逆にその高い山だったから、そのなんとかなったのかなっていう気もしますね。ずっと低地でこの時間帯だったら多分熱中症とかにもなるんじゃないかなというふうにゴールして思いましたね。であとゴールしてからですね、なんか完走のメダルをですね、僕はかけてもらえなかったんで、自分でですね、箱の中からこれもらっていいのとかって言いながらね、もらって補給を、したんですが、もう暑すぎてですね、もうみんなメンバーなんていうのかな、そのホテルの会場まで戻ってたんですけどね、ちょっとそこがなんとなくこうゴールしてそのホテルに行くまでがね、なんかちょっとなんかこう感動が少ないって言ったらいけないけど、なんか会場に近い、ゴールも近い方がいいよねというふうのは、すごい個人的な感想ですね。そこでみんなね、グループのメンバー集まって食事してですね、おのおの宿泊先のホテルに帰るような感じだったんですけど、そのホテルから違ったそのホテルそうか、その会場のホテルから僕らが泊まってるホテルに移動する時にですね、すごいスコールにあってですね、やっぱり雨季だったらこんな雨降るんだっていうのがあったので、本当レース中にね降られなくてよかったかなというふうに思いますね。雨の中でやっぱ長距離走っちゃったら、やっぱりチェーンループが流されてね、ギシギシ言っちゃうので、それは本当に良かったかなというふうに思います。ちょっと旧正月休みの後にもね、ちょっとこうやって休みを取って、自転車の仲間とねみんなで出かけていったのはすごい贅沢だなとは思いますが、楽しめるうちに楽しんだ方がいいかなと。これゴール付近なんですけど、なんかね、前の女の子たちを追い抜いてもよかったんでしょうけど、なんとなくなんかもうそんなに頑張れる気持ちにもならなくてですね、まったりと、ゴールをいたしました。はい。ということでですね、今回僕が初めてレースに参加しましたよという動画になります。カメラもね、実はちょっと前から新調してるんですけど、今回のねレースでお披露目的な感じで良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、
ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。